こんにちは、ゴンズです。今日ご紹介する本は、立花明さんが書かれた、働き方4.0不条理な会社人生から自由になれるという一冊です。忙しいビジネスパーソンの皆さんは、今の会社の働き方ってどうしてこんなに苦しいんだろうと感じているとしたら、ぜひこの本を読んでみてください。きっと、働くことと人生の選択肢がぐんと広がりますよ。私も最初は雇用は守られているのが一番安心なんじゃないかなと思っていたんです。でもこの本を読んだら、実は日本独特のやり方こそが不合理になっていることが多いんだなと痛感しました。では、そんな驚きが詰まった内容を一緒に見ていきましょうね。まず、この本では働き方を5つの段階に分けて考えています。古い順番に、働き方1から0が日本型の年功序列と終身雇用、働き方2から0がいわゆる成果主義、働き方3から0になると、シリコンバレー式の専門家が集まるプロジェクト型、働き方4から0はギブエコノミーのフリーエージェント化、そして働き方5から0になると AI がどんどん仕事を引き受ける未来というわけです。ただ、日本の働き方改革は今ようやく2から0を実現しようとしている状態なんですよね。でも世界は3から0から4から0へ移っている。そのギャップにいろんな歪みが起こってしまうんです。この本の一番のポイントは、日本社会がまるで前近代の身分制度みたいに会社員を一つの家族集団として縛っているという話です。会社が家のように機能して、サラリーマンは男も女もどこかで無理をしてでも会社と一体化しないといけない。正社員なら簡単に解雇されにくい代わりに、転勤やサービス残業などに耐えるのが当然のようになっている。さらに、女性は出産や子育てで働き続けようとすると、それなら時短でもどうぞ。でも、キャリアアップは諦めてね、というような扱いになりやすい。実質的に、女は家庭、男は会社という古いパターンが今でも残っているんです。私自身も最初は、正社員になって頑張れば安心、くらいに思っていました。でも、正社員という身分の裏側には、解雇しにくいわけ、自由がないという不条理さがくっついているようです。引っ越しが必要な遠方への転勤を断れないケースも多く、そのせいで家庭がバラバラになることもある。女性の場合は、出産後も同じペースで働けという無言の圧力に疲れ果ててしまって、結局退職せざるを得なくなるという例も少なくない。表面上は家族のように守ってくれる会社でも、実際はうまく息ができない人たちがものすごく増えているんですよね。じゃあ海外はどうかというと、アメリカ型やヨーロッパ型では、能力や経験があれば自由に会社を変えられる仕組みが進んでいます。ネットフリックスさんやグーグルさんのようなシリコンバレー企業は人種や性別、宗教などの差別が訴訟リスクになり得るから、とにかく成果やスキルだけを評価基準にしているんです。解雇するときも何のルールもなくクビにするわけではなくて、正当な理由と保証金をセットにした金銭解雇の仕組みがあるところが多い。冷酷すぎないと思われるかもしれませんが、解雇される側も移籍先を堂々と探すことができます。能力が高ければ企業同士が奪い合いをするので、むしろ給与が上がることだってある。だから、ここにずっといなくても私は大丈夫と思えるんですよね。一方、日本では一度正社員になって会社にしがみつかないと一生不安という気持ちが根強くて、そこにブラック企業やパワハラが乗っかると本当にしんどい人が大量に生まれてしまうわけです。この本が興味深いのは、日本は保守政治の下で日本の伝統を守ろうという人が多い割に、実は今の日本型の雇用習慣って明治以前から続く伝統ではないというところを指摘しているんです。昔はそんな終身雇用も年功序列もなかった。高度成長期に大企業が人手不足を解消するために正社員として雇用を保障しますから、給料は最初安いけれど、定年まで勤め上げればトータルでは満足いく報酬がもらえますよ、という形にした。それがいわゆる日本型雇用になっていった。だから日本の文化みたいに語られがちだけど、実は戦後の経済成長期特有の仕組みだったわけです。そしてもう一つ、すごく重要なのが、戸籍というものの問題です。
日本には世界でも珍しい戸籍の制度があります。個人ではなくて家を単位にして管理するというやり方ですね。この戸籍制度が離婚後の300日問題や無戸籍の子供を産んでしまう。さらに再婚や養子などで親権が奇妙な形になるケースもある。普通の先進国ではそもそも子供は親から独立した個人だからこういう混乱は起きにくいんですけど、日本ではまだ実現していない。現代のグローバルな価値観と日本の前近代の身分的なやり方が入り混じっているから、いろんな不具合が出てしまっているんだなと思わされました。この本が教えてくれる大きな学びとしては、働き方1から0である年功序列と終身雇用にしがみついている限り、日本は他の国との差がどんどん広がっていくということ。会社も正社員を早々クビにできない代わりに、どんなに長時間労働で社員を使い潰しても、法律上そこまで大きく責められない部分があったりします。そして、これだけ疲れているのになぜ生産性がこんなに低いんだろうと見返してみると、女性や非正規の力をないがしろにしたり、意味の薄い会議や上司への忖度みたいな部分に時間を割いていたり、そもそも成果に基づいた報酬体系ができていなかったりと、不合理の塊になっているケースが本当に多いんですね。ここでこの本の内容からポイントを挙げるとすると、ざっくりですが、次のようになると思います。1、長期安定と思われている日本型雇用の本質は、会社に縛られる不自由な働き方になりやすいこと。2、戸籍制度による家族間や男女差別的な考え方が、働く場においても差別や矛盾を生み出していること。3、グローバル企業の最先端を見れば、すでに成果主義から一歩進んで、スペシャリストたちがプロジェクト単位で移動するような働き方が主流になりつつあること。4、ギグエコノミーの普及で、自分のスキルや経験次第では会社に縛られずに活躍できる可能性が一気に開けること。5、前近代的な差別をやめ、金銭解雇などの透明なルールを導入すれば、むしろ日本の働き手はより自由かつ安定した生活を得られる可能性があること。どうでしょう。普段会社に行って定時まで働いて、残業があれば夜まで残って、そうやって生きてきた人ほど、そんな簡単に会社を飛び出して独立なんてできるわけないよ、と思うかもしれません。ただ、この本は闇雲に会社を辞めたらいいと言っているわけではなくて、世界はもうこういう形で労働が変わり始めているんだから、あなたがどう生き延びるか考えましょうと教えてくれています。実際、働き方3から0のプロジェクト型、働き方4から0のギグエコノミー、働き方5から0の AI 時代を知れば知るほど、いつまでも会社にぶら下がっていたら逆に生きる道を狭めてしまうんじゃないかなと感じるはずです。私も最初は会社員として働いていましたが、正直なところ転勤や上司との板挟みでクタクタになってしまい、もし私が働き方4から0みたいにもっと自由に案件を受けられる形でやっていけたらどうだろうと思うようになったんです。この本を読んで、そうか、海外の人は社員であってもガンガン転職してキャリアアップしているし、フリーランスになっても失業したらちゃんと保護してもらえる仕組みがあるんだなとして、もっと自分を活かせるフィールドを探そうと思いました。ただ、この本にも指摘がある通り、ギグエコノミーには光と影があって、例えば Uber のドライバーなんかは頑張った割に経費を差し引くとあまり利益が残らないとか、会社側が自分の社会保険を負担してくれないから不安定だという問題もあります。でも著者の立花明さんは、これはまだ過渡期の課題であって、ちゃんとルールを整備すれば自由度と安全を両立できると言っています。日本でも同一労働同一賃金が少しずつ広まりつつありますが、そこから先、金銭解雇とセットにして、非正規やパートも正社員と対等の扱いを受けられる社会をどう作るかが重要だということですね。そして、日本の課題として大きいのは、専業主婦世帯と共働き世帯で社会保険の負担が違うとか、正社員にだけ住宅手当や残業代などの厚遇がされるとか、そういう身分差別的な制度がずらっと残っていることです。女性の管理職比率もアメリカやヨーロッパに比べて圧倒的に低い水準。もうみんなが疲弊して生産性も上がらず給料も伸びずという悪循環が起きているんじゃないかと本書ではかなり厳しく指摘されています。まさに
長時間労働、低い満足度、低い利益率に苦しむ典型ですね。読み終わって感じたのは、日本の会社でずっと頑張って生き抜こうとするのは本当に大変だなということです。もちろん、自分には向いていると思って活躍する人もいるでしょう。でも、とにかくどこかの会社に入って就職すれば安心とか、同じ会社で定年まで我慢すれば家族も養えるからいいというような時代ではもうないよなと強く思わされました。今後 AI が加速すれば、働き方5から0の時代もだんだん近づいてきます。その時に会社には属しているけど、何をしているわけでもないというような働き方はちょっと危ないかもしれません。だからこの本は、全近代の身分制から自由になるためにも、みんながシビアな事実から目をそらさないで動き出すことを提案してくれているんだと思うんです。それにしても、この本で書かれている戸籍や差別の問題を見ると、私たちって無意識に日本の制度は当たり前と思いすぎていたなぁと痛感します。海外に出てみると、あなた、働く場所なんていくらでもあるでしょう。解雇されたら別の企業で働くチャンスが増えるだけだよ、という考え方が割と当たり前だったりする。未だに正社員じゃないと恥ずかしいという空気が残る日本と比べると、あまりにも価値観が違うんですよね。まとめると、日本型の働き方が悪いというよりは、昔はそれなりに機能していたけれど、グローバル化やテクノロジーの変化で時代遅れになり、日本人をどんどん不幸にしているということ。だったら働き方をアップデートするしかないし、そのためには戸籍や年功序列、終身雇用といった仕組みごと変えなきゃならないかもしれない。覚悟はいるけれど、そこで逃げ腰になると世界の変化に取り残されてしまうというのが著者のメッセージなんじゃないかと思います。私が感じたのは、日本で改革っていうと、どうしても会社側が労働者を都合よく切り捨てるための策だみたいに批判されがちですが、この本を読むと、本当に必要なのは、能力を発揮したい人たちへの正当な報酬や自由、納得できる手続きなんだ、とわかります。解雇しやすい仕組みって聞くと、いかにも怖そうだけど、実はそれとセットで金銭保障や再就職支援があれば、私たちの働き先や働き方はずっと柔軟になる。逆に今のように一度正社員になったら辞めないことという雰囲気があると、腰に走って苦しいまま会社に留まる人が増えるし、ブラック企業の温床にもなるし、海外の優秀な人を雇えないし、経営者も新しい事業に振り向ける余裕が持てないなど、デメリットの方が多くなってきているんです。ですから、この本を読み終えての私の感想は、怖いけど先に進むしかない。それは悪い話じゃなくて、むしろみんなを解放する話なんだ、というものです。働き方2から0である成果主義の時代ですら、もう古いよというのが世界の最先端。やっぱりシリコンバレーが目指す3から0から4から0のあり方。そしてこれからの AI 時代に備えることが大事なんだろうなとしみじみ思います。フリーエージェントの時代は不安定に見えつつ、逆に雇われる側がしっかり交渉力を持てば自由に稼ぐチャンスも多い。私自身もまさにそれを狙いたいと思っています。ただ、もちろんギグエコノミーに安心して移行するには、子育てや介護の不安がない、失業しても次の仕事がすぐに見つかる男女差別がない、高齢者になっても働きたい人は働き、そうでない人には十分な年金がある、など、社会保障のあり方を大きく変えなければいけません。日本はそこがむちゃくちゃ課題多いですもんね。この本を読んでいると、改革を止めるとまずいよ、と警鐘を鳴らしてくれているような気がします。特に若い人からすると、残業まみれの働き方なんていらないし、海外に飛び出す自由も欲しいし、好きな時に柔軟なワークスタイルを選びたいし、と考えている方は多いと思います。だからこそ、今書は今の閉塞感を感じている人にぜひ読んでほしいんですよね。以上、ざっと働き方4.0不条理な会社人生から自由になれるの内容をお話ししてみました。日本の会社って本当にあちこちに不条理が隠れているんだなぁと改めて考えさせられます。これからもこんな感じで教養になる本を紹介していきますので、よかったらチャンネル登録をお願いします。また紹介してほしい本があればコメントで教えてください。では、ポンズでした。また次回の動画でお会いしましょうね。